吉田です。割と待望されていたはずのアンバーニックの RG353P を手に入れました。スーファミ SNES のコントローラーっぽいビジュアルの端末で、非常にポケトゴ S30 を思い出させます。金型を買い取られて流用されてるんじゃないのとか囁かれてましたが、サイズ感が違いました。まあ液晶のサイズが違うんだし、そりゃ違うかって気づきますけれども、やっぱ勘ぐってしまいますよね。まあそれはさておき、ではこんな感じで見ていきたいと思います。開封しながらスペックについて簡単に説明していきます。この端末の大きな特徴としてまず見た目、そして何より CPU のスペックアップです。見た目はスーファミ SNES のコントローラーに画面がついたみたいなデザインになっていて、過去に別メーカーから販売されたポケトゴ S30 を踏襲しています。カラーは SNES 風とクリアブラックの2種類。箱はこちら。勘の良い方は気づいたかもしれません。そう、箱のデザインまでポケトゴ S30 とそっくりなんですよね。はい。また今回は RG503 と同じソックを搭載していながら 3.5 インチの画面サイズとなっているので、いわゆる 3.5 インチゲーム機 RG351 シリーズなどの正当な後続機となっています。しかし寸法的には割と大きめで、RG503 の横幅 187mm と同じくらいのサイズ感です。どうしてそうなってるのかなど取り上げながら本体を見ていきます。内容物はこちら、保護ガラスフィルム、保護フィルム用の画面クリーナー、説明書、USB-C ケーブルです。特筆して言及するものはなく、いつも通りの内容物です。ビルドクオリティはいつも通り高く、というか RG503 で最初に感じた安っぽさはありません。安定したプラスチックの質感の良さ、さらに本体のサイズ感と重量感のバランスが良いように感じます。重量は 213g なので程よい重さです。ちなみにポケゴー S30 が 161g、レトポケは 194g、RG503 は 243g です。上が RG503、真ん中が今回の RG353P、下がポケトゴ S30。過去のモデルや RG503 と比較して、3.5 インチのくせにかなり大きめじゃないかと思っていました。他の 3.5 インチ端末と比べてコントローラー部分がやたらと大きく、画面占有率の低くなってしまっているのが少しマイナス。ただ実際に手に持つとそこまで気にならない印象。本体表側はこちら、ABXY ボタン、十字キー、ダブルアナログスティック、スタートセレクトボタンと標準的なボタン配置に加え、左側にファンクションキー、右側に電源ボタンが搭載されています。電源ボタンが画面側にあるのが珍しいですね。背面には過去の RG351P のように、グリップ滑り止めとしてラバーが円形に貼り付けられています。また今回はメインカラーである SNES カラーではなく、クリアブラックを選択しました。やっぱクリアって良いじゃないですか？クリアの何がいいって、本体サイズがよりスマートに見えることなんですよね。あと透過性がある分、中の基板等が透けて見えてビジュアル的にも均質感が減り良い。珍しく横側面には特に何もなく、インターフェースは上下側面にまとめられています。上側面に、左から充電用 USB-C、ボリュームボタン、HDMI、リセットボタン、コントローラー等用 USB-C、下側面には左からシステム用マイクロ SD、イヤホン端子、ストレージ用マイクロ SD、またこのように上っ面と下面の厚みが異なります。これによりグリップ感の向上、手に馴染みやすくなっています。機械ハードで言うと任天堂に DS みたいな感じ。操作感としては良い感じです。カーブに沿って指がフィットする感じで、すごく手に馴染みます。コントローラー部分が大きい分、各ボタンやアナログスティックへのアクセスが良く、結構上位で操作しやすいコントローラーかも。ABXY ボタンはいつも通りの押し心地で、引っかかりはありません。十字キーも操作しやすい従来通りの操作感です。電源ボタンが画面側にあるの地味に良いですね。より電源ボタンへのアクセスがしやすく、細かくつけたり消したりしながらプレイするスタイルの人には、便利な場所にあると思います。間違えて押しそうって思うかもしれませんが、慣れれば問題ない上、押したとしても画面が暗くなるだけなので特に問題ないかと。ファンクションキーもかなり便利な位置にあるなぁと思います。ゲーム内メニュー画面レトロアーチメニューはファンクションキーを押すだけで移行できるように設定されているのも、個人的にはグッドポイント。そしてこの端末には人気が高い縦配列の LR ボタンです。押し心地はカチッとした任天堂スイッチのような感じではなく、ぬるーっとしてます。悪くはないけど、個人的にはもうちょいカチカチしてて欲しかったなって印象。ジョイコンみたいな感じではないので注意。画
面は 640×480、RG351MP などと同様のサイズです。正直もう何も語ることはないんですが、レトロゲームに最適な解像度縦横比です。ゲームボーイから PSP まで、それなりに良い感じに表示できる画面。明るさも申し分なく高い輝度で表示できるし、視野角良好で何の文句もありません。そしてあまり注目されていませんでしたが実はタッチパネル搭載でした。ただもちろん Android モードのみでの対応となるので、その点は注意が必要。DS エミュとかで遊ぶには適してるかもしれませんね。デフォルトでハードに合ったシェーダが適用されていて、ピクセルの崩れがわかりにくくなっています。ここまで申し分ないスペックとなると CPU 的にどのくらい動くか、という疑問が上がると思いますが、ソフトによるので一概にどうとは言いにくくはありますけど、PSP ならソフトによって設定をちゃんと行えば普通に遊べる、Android モードで PS にアイサーズ X や GC ドルフィンは厳しいといったバランス。リトロイドポケット2ではドルフィンをギリ遊べたので、操作性よりも性能重視の人はレトポケにした方が良いかも。ただまあ、PS2 や GC を遊ぶには 3.5 インチは画面が小さすぎるような気が個人的にはするので、Linux モードでレトロゲーム PSP やドリーンカストくらいまで等をそれなりに遊ぶ端末として思っておけば、割と快適な端末だと思います。あと地味にデフォルト OS の Android 側ではプレイストアが入っていないので、Android のゲームで遊びたいなって考えている人はカスタムファームウェアなどが必須になってきます。APK ピュアなどでノラアプリをインストールして遊ぶことはできますが、マイクラみたいな有料アプリは不可です。デフォルトの OS もそれなりに完成している感があり遊ぶことができるので、面倒なことが嫌な人はデフォルトの Linux モードで活用するのが良さげかと。今回のハードは RG550 に同様 Linux と Android を両方使うことができます。基本的な操作を紹介します。Linux と Android の切り替えは、マイクロ SD の抜き差し、もしくは電源ボタン長押し起動で Linux モード、電源ボタンとファンクションキーを同時長押し起動で Android モードで立ち上がります。Linux モードはいわゆるこれまでの RG351 シリーズ同様のファームウェアで、使ったことがある人は特に問題なく使えるかと思います。電源オン OS がインストールされたマイクロ SD が TF1 に入った状態で電源ボタン3秒ほど長押し、電源オフセレクトボタンを押してシャットダウンシステムを選択。ゲーム起動メニュー画面で選択して A で起動。ゲーム内メニュー起動ファンクションキーを押す。ゲームを終了ファンクションキーとスタートボタンを同時押し。明るさ調整ファンクションキーとボリュームボタンを同時押し。ゲームイメージの導入 TF22 からのマイクロ SD を入れて起動するとフォルダが生成されるのでその中の対応するハードに入れる。テレビモニターへ画面出力ミニ HDMI ケーブルで接続した状態で本体を起動。音声出力も問題ありません。ただ RG503 同様、接続した状態で起動しないと出力されません。日本語化メニュー画面でスタートボタン、システムセティングスからランゲージで日本語に。設定が完了したら再起動で反映されます。これでレトロアーチメニューの型も日本語化されます。Android はバージョン11が搭載されていて、デフォルトでエミュがいくつかインストール済み、設定もある程度済んでいるので、ストレージの設定だけ済ませれば遊ぶことができますが、まあそのストレージの設定も Android で普段から遊んでいる人でなければハードルが高そう。解説しているとちょっとキリがないのでここでは割愛しますが、色々拡張して遊びたい人とか、Android に慣れている人は、ぜひ Android モードで活用してみると良いかも。ちなみに Linux 用のマイクロ SDTF に、ゲームイメージ用は Android でも流用することが可能でした。しかしセーブデータなどは流用できないので、Android と Linux を移動しながら使用するのは結構厳しそう。画面出力は可能でした。ただミラーリングされるので、このように本体画面上にも表示される上、出力解像度も 640×480 となるので、大画面で遊びたい人は Linux モードで画面出力して遊ぶのが良いかも。ということで、感想としては、期待しすぎた感はあるけど、結構良いかもって感じです。Android として使うには少し物足りない感がありますが、Linux でこれまでのようにレトロゲーム専用機として活用するには、割と良いんじゃないって思います。操作性も悪くないし、これまでの RG351 シリーズよりも動きは良くなってるし、ビルドクオリティも高いし、見た目も他と被らないポケト OS30 を除くから割と新鮮。ここ最新の機種、RG552 や RG503 より気に入りました。しかし一番で最大の問題は、金額。これには円安が大きく影響しているんですが、ちょっとさすがに2万円は高いなって感じます。ただ前機種の RG351MP なども円安に乗じて値段が上がっているので、今購入するなら仕方ないのかな、という感じもします。もう本当にどうしようもない感じ。
少しでも安く、メタルボディで高級感がある RG351MP にするか、大画面有機 EL 同じ CPU の RG503 にするか、もしくはリトロイドポケット2にするか、自分に必要なものは何かをよく考えて決断する必要があるかと思います。